こんにちは、ニコアミです。最近ね、編み物動画をなかなかアップできてないんですけれども、実はね、右腕をちょっと痛めてしまいましてね、これがなかなか治らなくて、包丁を握るだけで痛かったりとか、あとねマウス握るのが結構ね辛いですね。なので短い動画とかめっちゃちっちゃいものとか、それから編み図だけの、紹介とか、なんかそんな感じでゆるく短い動画を少しずつアップしていこうかなと思います。今日はみんなが良くなるといいなという願いを込めて、四つ葉のねクローバーを編んでいこうかなと思います。これねオパール毛糸の単色で編んだんですけれども、帽子とかあとバッグとかなんかポーチとかアプリケするのにいいなと思いました。で撮影用にはこの七色彩色で編んでいきたいと思います。ちょっと今台風来てるんでね、雨戸のねカタカタ鳴る音がします。すいません。でいきます。まず作り目をして、そして鎖編みをね4つ編みます。1、2、3、4で糸を引っ掛けて長編みを編むんですけど、この一番最初の、鎖編みの目のところに針を入れて、で長編みを編みます。長編みなので左の2本ずつを引き抜いていきます。で鎖編みを編んで糸を引っ掛けて、で一番最初の目に針を入れて、で左の2本ずつ引き抜いて長編み編みます。で鎖編み、糸を引っ掛けてまた一番最初の目のところに針を入れたら長編みを編みます。で鎖編み、立ち上がりのねこの鎖編みは長編みの1本として数えるので 1,2,3,4 編めてます。残り半分ね長編みと鎖編み、長編みと鎖編み、これを全部で4セット、繰り返して輪にします。長編み 1,2,3,4,5,6,7,8 で鎖編み編みました。そしたら最後輪にします。この立ち上がりの鎖編みのところの横のスペースのとこですね、ここに針を入れて、で引き抜き編みをします。これで1段目が完成しました。そしたら2段目いきます。最初ね引き抜き編みをします。このスペースのところに引き抜き編みをします。で引き抜き編みしたところにちょっとこう印つけとくと後で分かりやすいと思います。そしたら今度隣のこのスペースのとこですね、ここに、長編みと長々編みを編んでいきます。最初ね短めの長編みですね。なので糸をちょこっとだけ引き出してきて長編みを編みます。で糸を引っ掛けて次長めの長編み編みます。なのでこのところ、この左側の糸をちょっと長めに出して、で長編みを編みます。で次がね長々編みを3本編むんですけども、なので1,2 回引っ掛けます。で最初の長編みは短い長編みですね。左の2本ずつ引き抜いていきます。でまた長々編みなんですけど、この長々編みがこの一番真ん中の長編みになるんですね。なので長めの長編みにします。こう糸を引き出してくるときにちょっと長めに左側の糸を引き出してきます。で2本ずつ引き抜いていきます。左側の2本ずつで、次糸を2回引っ掛けたら短めの長編みですね、ちょこっと引き出してきて長編みを編みます。で右側に編み地を寄せて、で次長編みですね、長めの長編みにします。しっかり糸をこう左側の引き抜いてきて、で左の2本ずつ引き抜きます。で次最後の長編みですね、短い長編みにします。左の2本ずつ引き抜いていきます。
これで1枚目の葉っぱができました。そしたらこの隣のスペースのところに引き抜き編みをします。引き抜き編みです。じゃあ次のスペース同じことを繰り返していきます。長編み2、長々編み3、長編み2、合計7本編み入れています。じゃあいきます。糸を引っ掛けて、で短めの長編みですね。で次が長めの長編みを編みます。で次長々編みなんだけど短めでいきます。で次真ん中の長編みなので長めの長編みでいきます。長めなのでしっかり糸を出してきて、で左の2本ずつ引き抜いていきます。でそしたらちょっと編み地を右側に寄せて、で糸を引っ掛けて2回引っ掛けて短めの長々編みですね。短めだからこれくらいかな。で次長めの長編みで次が短めの長編み。これで2枚目の葉っぱが編めたのでの隣のスペースのところに引き抜き編みをします。これをあと2回繰り返します。4枚目の葉っぱの長編みを編めました。そしたら今度ちょっと糸を外して、でこの印をつけたとこですね、そのところの後ろから針を入れます。ちょっと一回外しますね。でここの後ろから針を入れて、でこの輪っかのところに引っ掛けて、で後ろに引き出します。いいや、これで葉っぱの部分が完成です。ここなんて言うんだっけなここなんて傭兵って言うんだっけなのところを編んでいきます。まずね、鎖編みを8つ編みます。1、2、3、4、5、6、7、8。端から2番目のところの裏山、ここですね、ポコッと盛り上がってるとこに針を入れて、細編みを編みます。で細編みを編んだら残り1、2、3、4、5、引き抜き編みをします。裏山のところに引き抜き編みをしていきます。で引き抜き編みができたらちょっと一回ね針を抜いて、で糸をカットしちゃいます。今ね傭兵がこれドラーンとしてるので、これのね向き、好きな向きを決めます。で好きな向きを決めたらピタッとこう固定させて後ろ側で縫い付けます。編み始めの糸も同様に数目通して糸をカットします。これで四つ葉のクローバーが完成しました。とりあえず長編みも長々編みも左の2本ずつ引き抜いていけばいいので、意外に簡単にできると思います。よかったらチャレンジしてみてください。最後まで見てくれてありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。いつも見てくれてありがとうございます。